。今日はですね、絵がですね、中級者以上で全然上手くならない人の特徴っていう話をしたいと思います。結論から言うと、絵の描き方を変えないっていうね、いう人はですね、成長しないんですよね、途中から。で、これはね、絵の描き方に限らずなんですよ。もう変えていいことと変えちゃいけないことがあるんですよ。例えば、変えちゃいけないことは、わからないものは描かないとか、ちゃんと見ながら描くとか、自分の気に入るまで何度も描き直すとか、あらゆる選択において絶対しちゃいけないことはあるんです。それ以外のですね部分に関しては柔軟に対応した方が絶対いいと思います。で、これほんとね、でも初心者に限らずだと思うよ。中級者だろうが上級者だろうが絶対陥るのが、一つの成功必勝パターンっていうのを見つけたら、そこから変えられなくなる、変えるのが怖いっていう、なんか思い当たる節ありませんかね。これでうまくできたし、これでいいじゃんみたいなさ。今までね、失敗続きだったから、この成功をなるべくですね、長続きさせようと。例えばうまく描ける必勝パターンを見つけたら、それはそれで大事なんですよ。なんだけれど、それだけに固執すると、次がないんだよね。別に誰もがね、もっと上手くならなきゃいけないわけじゃないんですよ。ただもっと上手くなりたい人で言えば、やっぱりね、どんどんいろんな書き方パターンを試してみて、自分のなんでしょうね、可能性っていうのかな、自分ってこうなのかな、ああなのかなっていろんな書き方を試していくっていうのが結構必要だと思います。で、そういう時に絶対出てくるのが、別の人の書き方を試してみたら一旦下手くそになるです。めちゃめちゃあるんですよ。ほんとゲームに例えるのが一番いいと思うんですよ。今自分の書いてる書き方っていうのがレベル10しかいけないんですよ。もう頭打ちなんですよ。ですがレベル10あるんですよ。ここまで積み上げたっていうちょっと自負もあると。で、これをいきなりまたレベル0にできますか、レベル1に戻せますかってことなんですよ。で、上手い人の書き方を試したらうまく書けないんですね。コントロールが難しい乗り物みたいなイメージなんですよ。上手い人の書き方って。簡単に言うと、鉛筆をすごく長く持ったり、姿勢をすごく上げたり、デジタル作画で言ったらそんなにズームをかけないで全体をね見渡すような書き方、こういうような書き方をした時に、なんか今までのような安定感のある軽自動車と違うんですよ。こんなんでどうやって書くんだろうみたいな書き方してるんですよ、上手い人って。逆に言うと、もうちびちびちょっとずつ書き進めたり、ズームをやったらですね、どうしても時間はかかるし、伸びやかな絵にならない。そして一発で描けるようにならないんですね。何度も描き直せばいいんですけれど、早くうまく正確に描けるようになるためには、やっぱりね、実は鉛筆の持ち方とか基本的な、動作っていうのかな、ものの捉え方、考え方、描き方からですね、全部見直さないと無理なんですね、やっぱりね。はい。もちろん今デジタルツールだったり、AI もあるし、あまり画力が高くなくてもなんとか形にできるような、機会は増えたと思います。ですがね、やっぱ最後の詰めはね、やっぱり手書きというんですかね、自分でちゃんと、どういう風に考えて捉えて書いてるかっていうのがやっぱ絵に出ちゃうんで、やっぱ最終的な、成長を望むんであれば、もうね、シンプルに上手い人の書きっぷりを見て、それを真似する。もうこれに尽きるんですよ。もうこれだけなんですよね。上手い人ってどう書いてんだろうって。で、それを見て、その手順で書く。で、そうすると多分うまく書けない。だけど、その書き手順に全てが詰まってるんですよ。こういう書き手順で書くから、こういう形になるんだってね。ゆえに僕なんかは手元映像っていうのね、かなり昔からもう10年ぐらい前からですね、手元映像を共有するっていうのを、もう10年も前からやってるんです。それ何かっていうと、皆さんに、同じ手順で真似して書いてほしいからなんですよ。下手でも時間がかかってもいいから、ぜひ同じ手順で書いてほしいんですよ。そうするとですね、体感できるっていうのかな、こういう感じなんだみたいな。で、それを徐々に繰り返したら、絶対今の書き方よりうまく書けますから。というか、今の書き方、今乗ってるマシーンでは限界があるんですよ。ね。皆さんはうまく書けない書き方をしてるからうまく書けないんです。だから探すんですよ。で、上手い人の書き方とか考え方を知りたい。どう書いてるのか見たい。そういうのがあって、プロのね、アニメーターに、なって、で、実際上手い人ってどう書いてんだろうって本当に興味があって、で、それを見て、うわ、こう書くんか、みたいなね。そういうのはありましたね。